どうも、じゃあギターショップトニックの小沢です。今回はトム・アンダーソンギターワークスについてやっていこうと思います。ハイエンドギターの代名詞とも言えるブランドですよね。ご存知の方多いのではないでしょうかと思うんですが、今回はですね、そのトム・アンダーソンの創業者であるトム・アンダーソン氏の思想だったりとか、ブランドの歴史とか、代表モデルについてとか解説して、最後はですね、このトニックにあるトム・アンダーソンギターワークスのザ・クラシックというモデルとドロップトップクラシックというモデルのサウンドチェックもやっていこうと思います。トム・アンダーソンギターワークスのギターはですね、小沢個人的にも所有してまして、10年ぐらい使っているんですけども、今回こういう企画やれてめちゃくちゃ嬉しいです。めちゃくちゃトマに対して愛があるので、よろしければ最後までご視聴ください。ということで本編へどうぞ。まずはじめにトム・アンダーソンギターワークスの歴史について語っていこうと思うんですけども、1984年にスタートしたギターブランドですね。その名の通りトム・アンダーソンという方が創業しております。そのトム・アンダーソン氏とはというところなんですけども、カリフォルニア出身で8歳の頃ギターを始めますね。高校時代の夢はですね、ロックスターになって両親にマウイ島のコンドミニアムを買うという風な、めちゃくちゃいい人ですよね。なんかもう人柄がそこで伺えますね。高校を卒業してからの5年間はですね、昼間は楽器店でですね、リペア業務を行っておりまして、夜はライブ活動をしていたというふうな話ですね。その期間でですね、自身のギターを改造するっていうことにもものすごい熱中してまして、その際にもっとこういうギターがあればなみたいな感じでいろいろ構想を膨らませていたみたいですね。その後ですね、1970年代後半に入りますとディスコブームが到来しまして、生演奏の需要がちょっと減少してしまうんですね。結婚も考えていたとのことで、安定を求めて1977年ですね、シェクターに入社をするわけです。シェクターも本当今ではものすごい有名なギターブランドで、たくさんのモデル出してていろんなアーティストが使っててという風なブランドですよね。シェクターに入社をしてからは木工だったりピックアップの開発だったりというところに携わっておりまして、様々なギター制作のノウハウを覚えていくわけですね。そこでいろいろと学んでいく中でですね、創業者であるデイブ・スペクター氏の悪いものを悪いって決めつけるんじゃなくて、こうしたら良くなるのでは、どうすれば良くなるのかという風なポジティブな改善思考に大きく影響を受けたみたいですね。1982年ですね、業績不振のためシェクターが売却されるんですけども、その後ですね、コストパフォーマンス向上のために海外でシェクター製品が製作されるようになりますね。そこにトム・アンダーソン氏も派遣されていたみたいで、それまではですね、金属の加工だったりとか木工の加工とか塗装とかそういった部分を全部一貫で製作していたんですけども、それができなくなってしまって、その状況に不満を覚えていくんですね。その中でデイブ氏から助言をいただきまして、もし君が本当にやりたいことだけやりたいなら自分の会社を作るしかないというふうな言葉に背中を押されて、1984年にトム・アンダーソンギターワークスを立ち上げるに至ります。そして1984年にスタートしたトム・アンダーソンギターワークスなんですけども、まずガレージにてボディだったりネックだったり、あとピックアップの制作を行っておりました。内容の一つとしてですね、シェクタージャパンのピックアップの制作がありまして、大きいポールピースの今でもよく見かけるやつですね。トム・アンダーソン氏が制作を行った理由の一つとして、シェクターの本社が閉鎖してしまったことによってノウハウが失われてしまったんですね。なので当時を知っているトム・アンダーソン氏に依頼が来てたくさん制作したというような話ですね。その中でボディとかネックに関しては現在でもものすごい有名なビルダーですね。ジョン・サーとかジェームス・タイラーとかロジャー・サドースキーとか、その方々が自身の木工場を持ってなかったので販売をしていたというような話ですね。店舗にも卸していたみたいで、日本ではですね、トム・アンダーソンのボディとネックピックアップを使ってムーンが組み上げていたコラボ製品も存在していますね。ちらほら見かけたことあります。パーツの提供だったり OEM 生産などを続けていたんですけども、とあるディーラーからこのパーツで君自身がギターを組み上げないかという風な提案を受けまして、ギター製作に本格参入していくわけですね。今までやっていたパーツの供給っていうのを終了しまして、トム・アンダーソンギターワークス名義の完成品ギターを販売っていう風な流れになります。その後1992年には塗装も自社で行えるようになりまして、93年には全ての工程を自社で完結できるようになります。自社の製品を製作していくわけなんですけども、高い完成度と演奏性と美しさとっていうところで非常に話題になるんですね。ハイエンドギターイコールトム・アンダーソンという風に称されるようになります。ギタービルダーからするとこんな多分嬉しいことないんじゃないかと思いますね。その後ですね、需要がどんどん高まっていく中で品質保持のバランスという課題が生まれるんですね。やっぱり生産数が増えれば増えるほど一本一本管理することが難しくなってくるので、それに対してどうするかっていうところで2007年に会社の規模をあえて縮小したんですね。センサー本数を少なくすることによって一本一本に合った完璧なクオリティコントロールを行って、他に類を見ない高品質な製品を生産できているという話です。そして2024年には創業40周年を迎えまして、現在でも生産され続けていますね。そんなトム・アンダーソンギターワークスなんですけども、モデルたちにどういった
特徴があるのか掘り下げていこうと思います。トム・アンダーソンギターワークスのモデルの特徴なんですけども、 100% オーダーメイドのみで生産をしております。様々なギターブランドがあって、それぞれのブランドでランクがいろいろあったりとか、フェンダーでいうとカスタムショップ USA メイドインジャパンメキシコみたいな感じで段階が分けられているのに対して、トム・アンダーソンに関しても一つのラインだけになってますね。最上級の木材を使用して手作業で選別を行って完璧にシズリングが行われたものを採用しております。なのでネックとかも非常に狂いが少ないと。あとはネックシェイプですね。もうとにかく弾きやすいです。触ってみると結構びっくりするとは思うんですけども、細いものから太いものまで幅広く選択はできるんですが、それぞれ絶妙にプレイアビリティの高いシェイプとなってますので、弾き心地抜群ですね。指板がですね、12インチから14インチ、本当にわずかに変化するコンパウンドラディアスを採用してるんですね。コンパウンドラディアスっていうのが、指板の R が低音側から高音側で少しずつ平らになっていくっていう風なものなんですけど、本当にわずかに変化させることによって見た目ではもうほぼわからないんですけど、弾き手側からするとローポジションでもハイポジションでもすごい弾きやすくて、かつ原稿もかなり抑えても問題がない、音詰まりが少ないみたいなメリットがありますね。フレットがですね、ステンレスフレットを採用しておりまして、今では結構多くのブランドが採用しているステンレスフレットなんですけども、このトム・アンダーソンのステンレスフレットに関しては特別なものを採用しているみたいで、メンテナンスフリーで使えるみたいな感じのステンレスフレットなんですけども、音がですねやっぱ結構硬いみたいな、そういったデメリットが挙げられるんですけども、トム・アンダーソンが採用しているステンレスフレットに関してはニッケルのフレットと非常に似た音響特性を持っているっていうのも特徴がありますね。そしてネックジョイントですね、独自の A ウェッジジョイントというものを採用しておりまして、ボディとネックを台形にすることによって接地面積を増やしているんですね。それによってセンターずれが起こる可能性を大きく減らしていると。ネックジョイント部は滑らかなヒールレス加工が行われておりますので、ハイポジションの演奏性も非常に高いですね。接地面積が増えることによってサウンドも変わるというふうに言われておりますね。このジョイントが採用され始めたのが2006年からということで、ちょうど会社の規模を縮小し始めてる時期なんですよね。一本一本丁寧に見れて時間をかけて作れるものじゃないと、こういったジョイントはやっぱり採用が難しいっていうようなことなんでしょうかね。なのでその一本のギターに対する気合というか気持ちがやっぱ違うなと感じますね。バズフェイトンチューニングを採用していて、オリジナルのピックアップです。1950年代に制作された機械を使って自社で全部生産しております。オーソドックスなシングルコイルタイプだったりとか、あとハムバッカーのものとかカバードのシングルコイルとか、もういろんな種類があって、かつ抵抗値もそれぞれ異なっているものが作られていたりとか、ものすごいバリエーション豊富です。なのでその人に合ったピックアップが必ず見つかると思います。あと他にはですね、スイッチルーシステムとか、あと VA ブースターとか、トム・アンダーソンの独自のアッセンブリ採用しておりまして、サウンドバリエーションめちゃくちゃ豊富ですね。これらの特徴があることによって、このトム・アンダーソンギターワークスのモデルっていうのはですね、音はもちろん最高ですし、完璧にシズリングされた木材を使ってステンレスフレットでっていうところで、ネックの反りが少なく、かつフレットも減らないっていうところで、常に最高のプレイアビリティを持っておりまして、かつサウンドバリエーションも非常に豊富、いろんなジャンルに対応ができて、ライブでもレコーディングでも何でもいけますみたいな一本なので、ギタリストの理想を詰め込んだ一本だと思いますね。ピックアップもそうですし、コントロールもそうですし、ネックシェイプ、フレットのサイズとかそういったものも非常に豊富なので、カスタムオーダーの選択肢がめちゃくちゃ広いですね。自分の思い描いている理想のギターがこのトム・アンダーソンでは作れるんじゃないかなと思いますね。愛用してるアーティストなんですけども、キース・リチャードとかニール・ショーンとかリッチー・サンポラとかビビアン・キャンベルとかスティーブ・バイとかダイタさんもそうですね。国内外問わず様々なアーティストが使っておりますね。続いてトム・アンダーソンギターワークスの代表機種について語っていこうと思うんですけども、まず一つ目ですね、S ファミリーというのがありまして、その名の通りフェンダーのストラトキャスターをモチーフとしたシリーズですね。ストラトキャスターのデザインをベースにしてトム・アンダーソン流の革新的なアイデアを取り入れたザ・クラシックというモデルとか、3ノブトップジャック仕様のクラシックなストラトのデザインに最も近いアイコンクラシックとか、ストラトのスタイルながらトップにメイプル材を貼り付けたドロップトップとか、ドロップトップにですねピックガードを搭載したドロップトップクラシックとか、トム・アンダーソン初期を象徴するスーパーストラト系モデルであるプロ AM などなどありますね。他にも T ファミリーというものがありまして、そちらはフェンダーのテレキャスターをモチーフとしたシリーズですね。テレキャスのデザインをベースとしてトム・アンダーソン流のアイデアを取り入れた T クラシックだったりとか、あとはプレートスタイルのブリッジと3連サドルを採用してちょっとトラッド寄りなルックスにしてある T アイコンとか、トップにメイプル材を貼ってコンター加工を施しているトップ T とか、あとはトップ T にビッグガードを配したトップ T クラシックとか、トップ T のスタイルにプレートブリッジと3連サドルを採用した T アイコンとか、他にもモングレルとかドロップモングレルとかプロ AMT というものも存在してますね。他にもですね、ドロップトップを24フレットにしたエンジェルとか、そのエンジェルにビッグガードを搭載したガーディアンエンジェルとか、フェンダーのジャズマスターをモチーフとしたレイブン、ギブソンのレスポールをモチーフとしたボブキャットとか、
フェンダーのテレキャスターとギブソンのレスポールの特徴をミックスしたコブラ、ピックアップ付きのアコースティックギターのクラウドスターと 28.65 インチのスケールを採用したバリトム、2025年に発表されたウルフハウンドなど、めちゃくちゃ豊富ですね。フレットいろいろ選べますとか、ネックシェイプ選べますとか、いろいろあったんですけども、それ以上に本体の選択肢もめちゃくちゃ多いです。ストラトスタイル、デルスタイル、レスポールスタイル、ジャズマスとか何でもいけるんで、そのあたりやっぱめちゃくちゃいいですよね。形いろんなものを選べて、かつ自分の好きなスペックで作れてっていうところはめちゃくちゃいいと思います。そんな感じでトム&アーソンについて語ってきたんですが、サウンド実際どういったところなのかっていうところ気になると思いますので、今トニークにあるトム&アーソンのギター2本なんですけども、これら使ってサウンドチェックやっていこうと思います。簡単にスペック紹介していきますと、こっちがザ・クラシックというモデルで、こっちがドロップトップクラシックというようなモデルですね。どちらも見たことある方多いのではないかと思うんですが、こっちのザ・クラシックがですね、このアッシュボディでメイプルネックでローズウッド指板で SSH のレイアウトでスイッチルのシステム搭載してて、サウンドのバリエーションも豊富と、ロック式のトレモロユニット採用してまして、これが一応トニークでオーダーしたモデルなんですけども、小沢個人としてすごい好きなスタイルを詰め込んだような感じになってますね。ものすごいこうヘビーなサウンドが出るトム&アーソンを意識して作りました。価格は新品で84万7000円で販売中でございます。こっちがですね、ドロップトップクラシックで2009年製の中古品になってます。ボディバッグアルダーでトップがキルトメイプル、めちゃくちゃ美しいですよね。ピックアップレイアウト SSH で、こちらは VA ブースター採用しておりまして、シンクロタイプのトレモロブリッジ採用しております。価格が中古で49万5000円という風な形ですね。ということで、それぞれクリーンとクランチとドライブで音鳴らしていきますので、よろしければ音聞いてみてください。
それぞれ音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか？いや、やっぱりめちゃくちゃ良くないですか？トム・アンダーソンのこのクリアな音というか、どんなジャンルでも合ってくれるような透明感のあるサウンドで、ピッキングニュアンスとかもものすごい出たりとか、レスポンスもめちゃくちゃ良くてみたいな、まさにハイエンドモデルっていう感じがしますよね。とにかく演奏性も抜群に高くて、弾きやすいとされているギターたくさんあるんですけども、その中でもやっぱ頭一つ抜けてるのかなというふうに思いますね。トムアンじゃないと弾けないフレーズみたいなものとかあったりすると思います。弾きやすさもあって、音も良くて、かっこよくてっていうところで、究極のハイエンドギターと呼ぶにふさわしいんじゃないかなと思いますね。トム・アンダーソンのギターなんですけども、初めて触った時、本当に衝撃を受けると思います。ネック握った瞬間に、うわ、なんだこれみたいな感じで、小沢自身は思ったんですよね、昔。なので、ちょっと触ってみていただくと、かなり衝撃受けるんじゃないかなと思いますね。これ一本で何でもできて、どの現場でも使えて、耐久性も高くて、まさに一生共にできるギターなんじゃないかなと、私は思いますが、皆様いかがでしたでしょうか？合計で4本オーダーしまして、これが1本目で届いたんですけども、あと3本トニークにこれから入ってきますので、よろしければ情報をチェックしていただいて、気になるなったら音鳴らしてみてください。でもちろんトニークでカスタムオーダー受けたまっておりますので、何でもご相談いただければと思います。個人的にめちゃくちゃ好きなブランドで、今回こういう企画やれてやっぱ嬉しかったですし、新品を取り扱えてるっていうこともめちゃくちゃ光栄だなと思っておりますので、トムアン愛めちゃくちゃあるので、何でもご相談いただければと思います。ということで皆様いかがでしたでしょうか？このモデルが良かったとか、こういうモデル作ってみてほしいとか、何やらありましたらぜひぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。トム・アンダーソンで言いますと、さっきから愛がある愛があるみたいなこと言ってるんですけども、思い出が本当にたくさんあるギターなんですね。高校生の時にシャムシェイドをすごい好きになって、そこで僕の大好きなギタリストのダイタさんが使用していたんですよね。映像なんか見た時にヘッドにA って書いてあるロゴのギターを使ってて、今まではフェンダーとかギブソンとかアイバニーズとか GL とかそういうのしか知らなかったんですけども、なんだこのブランドみたいなってなって調べてみると、トム・アンダーソンっていうブランド、値段見てもびっくりして、高っみたいな、絶対買えんわみたいな感じになってて、そしたらですね、僕の1個上の先輩、他校の先輩なんですけど、その人が持ってたんですよね。トム・アンダーソンボラボラのザ・クラシックのまさにダイダさん仕様のやつを持ってて、その方と仲良くなってスタジオに一緒に入った時にちょっと弾かしてもらったことがあるんですよね。うわ、めっちゃくちゃいいなみたいな、やっぱかっこいい、音いいみたいな、弾きやすみたいな思ってずっと気にはなってたんですけど、当時高3とか専門1年生ぐらいの時で、買えるわけないんですよね。どうやっても買えないわみたいな感じで、いつか欲しいなみたいなことを考えて過ごしてたんですけど、その後ですね、2015年に黒沢楽器さんのお茶の水で開催されている大楽器祭っていうのがあって、そこで30万で手に入るかもっていう風なことがあったんですね。正直もう当時本当にお金なくて超大金なんですよ。欲しいけどどうしようみたいな、でもこのチャンス逃したらみたいな感じになってて、その後スタジオがあったんで、そこでバンドメンバーとスタジオ入って、そのままバンドメンバーと一緒にお茶の水に行って実物を見て、で音鳴らしてみたいな、欲しいけど結構大変だよなみたいな、なんか考えながらメンバーとタバコ吸って手ブルブル震えてて悩んでて、最終的に買うしかねえってなって2年ローンで購入をするんですけども、人生初のハイエンドギターとして購入したモデルで、本当に思い入れが多くて、そのモデルで使っていろんなライブやりましたし、レコーディングとかサポートの現場とかもう全部トムアン持っていけば大丈夫みたいな、すごい信頼をしてる一本でずっと弾いてましたね。弾いててめちゃくちゃ楽しいっていうところ、弾き心地がめちゃくちゃいいっていうところで、ギターを弾く時間めちゃくちゃ増えましたね。ライブハウスとかでもよく声をかけてもらえるようになりました。トムアンいいっすねみたいな感じでニヤニヤしながら、いやいいっすよねみたいな感じで話したりみたいなっていうのも多かったですね。僕がトムアンを買ってから、うちのバンドメンバーもハイエンドブームが始まるんですよ。うちツインギターだったんですけど、もう一人の相方がトム・アンダーソンを購入して、ベースがレイクランドの USA を購入してっていう風な感じで、金に物を言わせるバンドサウンドの向上を図ったんですよね。多分メンバーからしても、鉄平がトムアン買ったみたいな感じで、ハイエンドモデル買ったみたいな感じで、やっぱ羨ましかったんですよね。それでブームが来てみんな買い始めるみたいなとかあったりしましたね。そのトムアン今でも家にありますし、大事に保管してたまに触ってあげてみたいな感じでやってますね。多分僕が持ってるギターの中で一番長く持ってるかな。いろいろ買い替えたりとかやってたんですけども、多分一番長いと思います。一生手放さない一本だと思いますね。小話めちゃくちゃ長くなってしまったんですが、めちゃくちゃ愛のあるブランドなので、これからも取り扱っていけたらいいなと思っております。ということで、この動画面白かったという方は、いいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつも見てくださってる皆様本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェック、フォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-4-8 丸山ビル1階ですね。キラショップトニーク営業しておりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。